最近目覚ましく拡大している暗号資産のマーケット、通称仮想通貨。中でもビットコインが一番有名ですかね。今回は暗号資産の仕組みと税金についてご説明をします。講師はラグドールのラテ先生です。最初に暗号資産の仕組みについて簡単にご説明をします。第一に、暗号資産はお金と違って電子データであり、目で見て触ることはできません。第二に、暗号資産は電子マネーやポイントと違って加盟店だけでなく不特定者との送金入金が可能です。第三に、暗号資産は1ポイント1円といった固定相場ではなく、相場は刻一刻と変動します。実は暗号資産を支える電子データはブロックチェーンという仕組みで分散型の仕組みを実現しています。すなわち通貨や電子マネー、ポイントのように中央集権型の仕組みではないのです。したがって金のようにコンピューターで採掘をして報酬を売ることもできます。これをマイニングと呼びます。以上の仕組みから暗号資産の長所と短所をまとめます。長所は中央集権型ではないので、海外取引でも銀行を通さなくて良いです。為替に比べて手数料は格段に安くなります。短所はその裏返しで分散型であるために相場の変動幅が大きいです。電子データが全てなので怪しい取引や詐欺が多いのも要注意です。暗号資産の取引は金融庁の登録を受けた暗号資産交換業者と行い、パスワードをしっかり管理しましょう。以上が暗号資産の仕組みについてのご説明です。続いて税金のご説明をします。最も注意すべきは所得税で、売却益とマイニングの利益に課税されます。売却益は暗号資産の売却価格から取得価格を差し引いたものです。売却価格は交換業者に暗号資産を売却した時の円換算額です。取得価格は交換業者から暗号資産を購入した時の金額で手数料を含みます。なお、複数回の取得がある場合、特に税務署に届け出がなければ、総平均法という計算方法によります。交換業者から年間取引の報告書をもらっておくと計算が簡単です。一方、マイニングの利益はマイニングによる暗号資産の取得時価からマイニングのための必要経費を差し引いて求めます。必要経費としてはコンピューター原価償却費、人件費、電気代、家賃などが考えられます。そして肝心の所得税計算ですが、会社員の場合、暗号資産の儲けは片手間仕事であることが多いので、所得税法で雑所得に分類されます。雑所得は株の儲けの時のような分離課税ではなく、本業の給与所得と合算され、所得控除をした後、超過累進税率で総合課税を受けます。一方、損失が出た場合には、雑所得のマイナスは給与所得との損益通算ができません。したがって、この暗号資産の損失に所得を減らす効果はなく、給与所得だけの時と同じように超過累進税率で課税されます。残念。所得税の次は相続税・贈与税のご説明です。暗号資産は財産的価値のあるものですから、これを相続したり贈与を受けたりすれば、当然相続税・贈与税がかかります。特に相続の際に注意すべきことは、パスワードの保管、時価算定の2つです。パスワードの保管は生前に両親などによく頼んでおきましょう。時価算定は交換業者と取引している場合には、相続税用の報告書や残高証明書を受け取るようにします。税金の最後は消費税のご説明です。結論を先に言えば、
暗号資産に関して消費税は心配しなくて大丈夫です。支払い手段として消費税は非課税となります。また、暗号資産の譲渡金額は課税売上割合の計算にも関係しませんので、仕入れ税額控除で特段の不利益を受けることもありません。ここまで暗号資産の仕組みと税金についてご説明をしました。仕組みの注意点と税金のポイントをよく理解していただき、暗号資産、通称仮想通貨を上手に活用していただければ幸いです。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。よろしければぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。